ローを蹴られたくないのであれば、相手が片足になれない重心を作るというこの発想がめちゃくちゃ大切になります。ここへのパンチとかってこれ受けた瞬間にもうそもそも中心への攻撃なんで蹴りを出すことが可能になってくるんですね。一番単純なのは、当然このローキックの場合に入って、しまうと、いつ相手が来るか分かんないので、こんにちは、空手家工芸です。今回はローキックを効かされないために大切な技術として相手にローを蹴らせない技術について解説していきたいと思います。前回はこちらで相手がローキックを当てられなくなるポジション取りについて解説しましたが、今回はローキック対策第2弾として相手がローを蹴れなくなる重心コントロールの技術についてお伝えしたいと思います。前回お伝えしましたが、上級者であればローを蹴るときは自爆や空振りをしないために相手がローを避けたりブロックできない状況を作ってから蹴るのが基本で、相手がもうこれ蹴り始めてしまった時点でカットできない状況にされている可能性が結構高いんです。そのためローを効かされてしまうとか、うまくカットができないという方の多くは相手がローを蹴った後に対処しようとしてしまっていることで、いつまで経っても蹴られて効かされてしまっているということが多いんです。なので、今回は、ローキックをもらわないために相手が蹴りを出す前にしておかなければいけないことをお届けしたいと思います。僕も若い頃は自分の攻撃に必死でめちゃくちゃローを蹴られる選手だったので、ローで悩む方の気持ちはもう痛いほどよくわかるんです。なので前回に引き続きローを蹴られないための具体的な方法を紹介していきますので、ローキックを効かされたくない、どうすれば蹴られなくなるのか知りたいという方はぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に投稿していますが、僕が運営するオンライン教室では YouTube では明かせない試合で勝つための技術から、僕が現役の頃に大切にしていた知識や身体操作などはもちろん、所属メンバーの質問回答コーナーなど、惜しみなく、フルコンタクト空手で強くなるための情報をお届けしていますので、本当に強くなりたい、悩みを解決したい、そんな方は、動画概要欄から、空手家工室のオンライン教室をぜひチェックしてみてください。では今からローキックをもらわない技術に必要な相手が蹴りを出す前にしておかなければいけないことについてお伝えします。前回の動画をご覧いただいた方はご存知の通り、このシリーズでお伝えしておきたいのは、ローキックをもらわないために相手が蹴りを出す前にしておかなければいけないこと3選なので、前回ご紹介したのが1つ目のポジション取りですね。で今回は2つ目の相手の重心コントロールになります。ちなみに相手の重心コントロールって、言葉だけ聞くと難しそうなんですが、ローキックが、蹴れる重心の条件って大きくまとめるとたった1つしかなく、しかもものすごく単純な条件なので、要はその重心の条件を満たさないように、しようねっていうことなんですが、ちなみに条件って何だか分かりますかね。答えを聞くともうそんなことなのっていうがっかりするぐらい単純なことなんですが、意外と組み手でその条件を、意識的に利用している人はほとんど、いないんですよね。では答えを言います。ローキックを蹴るために満たさなくてはいけない、重心の条件、それは片足になれることです。当たり前ですよね。片足にならないと蹴れないので。でも、そんな単純なことなんですが、では組み手中に相手を片足にさせないために、皆さんやっていることってありますか？組み手中に今は片足になれない状況を作れているからローは来ないと意識的にできていますかって聞くと、意外にこのほとんどの人はできておらず、そもそもどうやって組み手中に相手が片足になれないように重心をコントロールすればいいのかっていう方法になると、これすぐに答えられない人ってかなり多いんです。もちろん方法はいくつかありますが、今回お伝えするのは僕が試合でも多用していた最も基本となる肩口へのパンチになります。これじゃあなぜ肩口へのパンチかっていうと、ちょっと今から少し解説していきたいと思うんですが、ちょっとお手伝いお願いします。じゃあちょっと構えてもらっていいですか。これ、人間ってこの正中線って言われる、これ、重心とか、急所が固まっている部分もあるんですけども、これ実は一番重心に関係あるこの肩and伝とおへその下の、ここに近い部位への攻撃とかに関しては、例えばここちょっと耐えてもらっていいですか。これ押されても、かなり安定した状態で、耐えれるのと、この状態ってここへのパンチとかってこれ受けた瞬間にもうそもそも、中心への攻撃なんで蹴りを出すことが可能になってくるんですね。なので、この重心の中心への攻撃っていうのは相手の重心を崩すことはできないので、重心がちゃんと取れている状態であれば当然ですが、これを受ければこちらの人を返すことが可能になってきてしまうので、中心への攻撃って実はローキックを防ぐことはできないんです。でこれ逆にこの
中心の、下端点だったり、中段点だったり、遠いところに関しては簡単に崩すことが可能になります。でこれ例えばですけど、こっちのパンチとかを受けようとしてこっち開いていれば、これもう体を開いちゃえばこれでもうローキック蹴れない状態が作れるので、基本的にはこの肩口へのパンチですね、この安定する軸から遠いところに対して攻撃すると、相手が片足になれないという状況は、意図的に作ることが可能になってきます。ありがとうございます。今の、技術のことを理解していただくと、ローを出してほしくないタイミングはこの肩口への攻撃を出していればローキックを出せないか、もしくは相手が出せたとしても威力を大幅に削れるので、蹴られた時のダメージも少なくすることができます。なので、ローを蹴られたくないのであれば、相手が片足になれない重心を作るというこの発想がめちゃくちゃ大切になります。ちょっと具体的に、僕がどんな風に使っているのかっていうのを少しだけお伝えしたいと思います。じゃあちょっとお願いします。一番単純なのは、当然このローキックの場合に入って、しまうと、いつ相手が来るか分かんないので、理想はですが、こちらから入っていった瞬間にもういきなりここのパンチ始めます。そうするとここのパンチをもう入った瞬間に一瞬これ相手がロー蹴れない位置が取れるので、先ほど1つ目と合わせてここのパンチを打って、例えば崩れた瞬間ローキック来ないので、崩している間は攻撃を続けて、自分の攻撃が終わる瞬間は、蹴れないポジションに移動するっていう形で、1と2を合わせる形で、重心を奪う攻撃を出す。で自分の攻撃が終わった時は相手の、蹴りが来ない、ポジションに移動するっていう形で、この1と2を合わせることで相手が蹴れないっていう状況を意図的に作れる、もしくは蹴れない状況を作った上で、相手が蹴れる状態になったらそもそももらわない位置に移動するってことを、意図的にできるようになるので、ここですね、この、意識をちょっと大切に一回ちょっと組み手で、試してもらえればなと思います。いつもローキックを蹴られてしまうとか、いつも組み手が終わるとローキックを効かされてしまっているっていう方は、今の、発想をぜひ参考に組み手で試してみてください。いかがだったでしょうか。これが2つ目となる相手の重心コントロールです。ちなみに空手界に多いパンチローのラッシュを相手にさせたくない場合にも、かなり有効な技術になってきますので、相手の選手が、ローを得意にしている場合はローの場合では片足にさせないをぜひ覚えておいてください。次回は今シリーズの最後となる3つ目の、足の形が変化させられる状態の維持になります。これは僕のオリジナルの技術で、打ち合いの最中で足が上がらない状態でも使える技術になりますので、試合中に、これ本当僕がもう最も多用したい技術になりますので、マスターすればですね、組み手をする相手から、ローが当たらない人認定を受けられることも間違いなしの技術なんで、ぜひ楽しみにしておいてください。次回投稿を見逃したくない方は、チャンネル登録をした後に出るベルマークをタップして全てを選択することで次回更新を見逃さずにご覧いただけますので、よかったら、ベルマーク全てをタップして次回動画をお待ちください。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。動画の最後にコーキズが運営しているオンライン教室の、動画を来所でこっそり3本プレゼントしている公式 LINE の登録用 QR コードが表示されますので、もしまだゲットしていない方はぜひ登録して、マル秘動画をゲットしてみてください。これからの空手家国の YouTube 動画で一緒に強くなりましょう。抜重の原理や使用方法の具体例など分かりやすいように解説していけたらなと思います。ここからこれだ、ここで力入って打てないので、ここに、抜重の理論のスタパンチをちょっと打ってみます。この感じですね。